こんにちは、たかしです。本日は11月19日土曜日、週末ですので、来週21日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは週足からなんですが、今週の週足大きめの陽線で引けております。ここのところ強く上昇してきて、そして2週連続大きな陰線を出しました。そこからの今切り返し、つまりここでの押し目となってここから上昇していくのかというところなんですが、週足を見ているとこの一つ前の週のローソク足陰線になっているんですが、その陰線の実態を包む陽線、つまり包み足になっているんですね。そう見るとここから上昇していくのかなというふうにも見えます。ただ現在はこの辺の高値が意識されているのがわかるんですが、今この緑のボックスっていうのはこのヒゲ先に上限を設定しているんですが、この辺の反発しているこことかこことかヒゲ先で多く反発しているこの辺のところが今意識されているようにも見えてきます。今包み足になったからといってこのまま上昇するのかというとそうも感じられないんですね。今はまだ下落の途中とも考えられますし、この上昇からの押し目買いでここから上昇するともどっちとも取れます。ただ週足単位では今 GMMA は上向きですので、ここが押し目買いポイントになって上昇していってもおかしくないとは思えるんですね。とは言ってもストキャスティクスは今高値圏でデッドクロスして下落中。これが週明けどのような形になってくるかにもよるんですけれども、結構強めにデッドクロスしていると思いますので、来週週明けもしかするとここからの下落に向かっていく可能性も考えられます。もしくはこの辺でもうちょっとレンジですね、そこからどちらに行くのかっていうのを今決めている途中かなと。今はどちらにしても上にも行く可能性、そしてまだ下がっていく可能性、どちらも考えておきたいですね。では日足です。昨日の動画で金曜日のローソク足が陽線になってくると、ここ169円くらいを目指して上昇する可能性が高くなるというような話をしていたんですが、結果的には陽線にはなってきたんですが、上髭も長いんですよね。ローソク足の上半分が髭、そして下半分が実体となっておりますので、なんとも悩ましい形だなとは考えてます。現在意識されているのがこの辺ですね。この辺の高値、ここの高値、この踊り場の高値、この辺が意識されているのがわかりますので、そこで今抑えられた格好ですね。GMMA は上抜けてきてますので、もし週明けこの GMMA 付近で下げ渋るような動きをするのであれば、そこからの上昇で169円というところを目指していくのを考えますけれども、現在のこの形ではもう少しこの辺でもみ合い、もしくはじり高になっていくのか、それともここから下げていくのかっていうのが分かりにくい状態。ストキャスティクスは今高値圏に向かって進んでます。やはり一度高値圏に入ってくるのかなという感じがしますので、もう少し上昇傾向、ストキャスティクスは上昇傾向にあるのかなと。ただチャート自体が上昇するかどうかっていうのが分かりませんので、この上がって上髭上がって上髭みたいな、そんな感じでこの辺で揉み合う可能性、もしくはじりじりと上げていくのかもしれませんが、とにかくストキャスティクスが今高値圏に向かってますので、もう少し上げ切るんだろうなというところですね。ですので週明けもやはり上昇傾向っていう風にも感じられますが、ちょっとそこも難しいところ、今ここが意識されてここから下落っていうことも考えられます。このローソク足、ここの下落ですね。このローソク足のサイズに対してこちらのローソク足の方が小さいですので、やはり調整の上昇中とも見れます。ただその割には結構反発が強いので上がりたいんだろうなっていう感じもするんですが、すごく分かりにくいので、買い足でトレードしていく、この日足単位でここから上昇するとか下落するとかを考えるんではなくて、短い足で短くトレードしていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足では一応ここが169円ですね。この辺ぐらいを目指して上昇するかもと日足でお話ししていたんですが、ここは4時間足の目線切り替えポイントです。このオレンジの点線ですね。ここを上抜けると4時間足では目線が上になるというポイントですので、その辺を目指して上昇する可能性を考えておきたいです。現在はこの GMMA の青帯が下から上向きに変わりそうなところ、今まだ反転上昇するにはもう少し時間がかかるんですが、一応 GMMA の上に乗せてきました。そして昨日一度大きめの下落をしているんですが、
これですね。ちょっと分かりにくいですね。こんな感じです。昨日一度大きく下落してきたんですけれども、下髭になって、これ実体がないのでちょっと分かりにくいんですが、この下髭になってまだ上昇してきております。で、その下髭っていうのが GMMA に接触しているんですね。なので、ここでサポートされて上昇していったとも取れるんです。ただ現状、上値も重いですよね。かなり上髭も出てますし、この辺の実態は結果的に超えられてきてませんので、今、この辺の高値、167円ぐらいっていうのが意識されているのがわかります。ここから週明け下落に向かうのかどうかというところです。GMMA は今、上向きに変わりつつありますが、まだ収束している間は下抜けする可能性もあるので、今ここでサポートされたようにも見えますし、上値を止められているようにも見えますので、一旦は昨日の高値安値ぐらいのところのレンジを考えておくのがいいんじゃないでしょうか。昨日金曜日の安値付近まで来たところでロングエントリーっていうのを検討してもいいと思いますし、そのポイントを下抜けてくると、この GMMA でサポートされなかったというところで下抜け、ここからの下落を一旦考えます。ただ、昨日の安値付近で反発してくるようですと、もう一度上昇で167円前半のこの昨日の高値ですね、ここを抜いてくる可能性で、抜けなければレンジなんですが、抜いてくると次は169円というところを目指して上昇していくと思われますので、今はこの辺付近166円付近で下支えされるかどうかというところですね。もう一度避けてきた時にこの166円で下支えされる、つまりこの辺がサポートに変わるようですと、そこからの上昇になっていくとは考えられます。現在ストキャスティクスは高値圏から一応デッドクロスはしているんですけれども、ちょっとクロスの仕方が弱いですよね。なのでもしかするとこのまま上昇に向かっていくのかなという、そんな気もしますので、今はちょっとその辺が分かりにくくなってますので、やはり下がってきたところでの買い、上がったところでの売りというどちらも検討できそうなポイントですので、金曜日の高値安値を意識してトレードしていくのがいいのかなと考えます。もし上がってくれば169円ぐらい、もしここから下落すれば一旦はこの辺ですね、163円ぐらいというところ。ただ現在は4時間足ではこういった下落トレンド中ですので、もし下落してきた場合はここの安値を超えてくる可能性があります。その場合はこの辺ですね、161円台ぐらいまで下げてくる可能性を考えておいた方がいいかもしれません。では1時間足です。1時間足ではこういった先細りの三角形みたいなのができていて、それがだいぶ煮詰まってきているなっていう話でした。前回もそういった話をしてたんですが、それが下がっては上がってっていうので継続されて、今だいぶ先端に来ている。つまりここでの値動きに比べてここでの値動きって小さくなってきているのがわかりますよね。今だいぶ煮詰まっているという証拠ですので、ここから大きく上抜けるのか、それともここから下げてくるのかっていうところです。ここから下げるのか上げるのかっていうのはわかりませんので、もしかすると急騰してそこが天井になってそこからの急落っていうことも考えられますし、ここから急落してその下落が4時間足単位のこの下落トレンドに戻っていくということも考えられます。ただ急騰した後そのままこの高値で張り付くような動きをすると、そこからのもう一段上昇というところで、次は週足単位での上昇トレンドに戻っていくということも考えられます。現在週足は GMMA が上向きで、その GMMA 付近でちょうど反発してきてますので、週足の押し目買いでの上昇ということも考えられます。ですので今は週足での上昇トレンドに戻っていくのか、それとも4時間足のこういった大きな下落トレンドに戻っていくのかというところですね。ですので今のところ目線がバラバラで分かりにくくなってきております。個人的にはもう少し下げるんじゃないのかなとは見ているんですが、今現状は強く上昇、下がったところはかなり強く上昇で反発しているんですよね。下落してもかなり急騰っていうのを繰り返してますので、昨日もそうですよね。一旦下落したんですがかなり急激に上昇してきてますので、下がったところでの買いの圧力がかなり強いと感じます。ですので今は先端付近にありますので、まずはどちらに抜けるのかというところですね。ただ今のところは下がったら買われますので、下がったところを買っていくっていうのがいいのかなとも思いますので、昨日の高値安値っていうところを意識してトレードしていく、この辺でのレンジですね、この絵を意識してやっていくのがいいんじゃないでしょうか。その場合はこの昨日の高値とか安値っていうところにしっかり引きつけてからのエントリー、そうしますと次損切り逆向きに行った時ですね、例えば昨日の安値付近で
でロングエントリーをしました。ただそのまま下抜けましたっていう時は、この昨日の安値を抜けた段階でもうすぐに損切りをすればいいですので、そうなると損切りまでの距離がかなり短くなりますので、エッジの効いたトレードができます。その辺を狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。今はかなり分かりにくい動きをしてますので、無理してトレードする必要はないと思います。もうしばらく動きが出るまで様子見でもいいんじゃないのかなと。で、もうそろそろ大きく動きそうなところまでは来てますので、もう少し待てばそろそろ動きが出てくるのかなという、そんな感じもしますので、もうしばらくどちらに動くのかっていうところに注目していく。もしトレードするなら5分足とか15分足まで落としていくとトレードチャンスも出てきますので、その辺を狙っていくのがいいのかなと思ってます。その場合は短く利確ですね。5分足でエントリーしたからといってこの1時間足のこのまだ上がるだろうっていうのを狙っていると損切りにかかったりしますので、5分足でエントリーした時は5分足での利益確定をしていくのがいいと思います。今はどちらに行くか分かりにくいからこそ、短い足でエントリーして短い足で利益確定していくのがいいですね。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を週1本更新しています。誰でもご参加いただけるようにコーヒー1杯分ぐらいの価格にしてます。もしやってみてあまり自分に向いている動画じゃないなと思えば、やめてもさほど気にならない金額にしてありますので、なかなか勝てないなという方は一度覗いてみていただくことをお勧めします。またメンバーシップよりももう少し詳しい内容とかスキルアップをしたいなという方はポストプライムでのプライム投稿っていうのもしておりますので、そちらも有料投稿になるのですが、2週間の無料期間がありますので、合わないなと思えば2週間以内にやめれば無料で視聴することができますので、過去の投稿等を見ていただいて、それが自分に合うのか合わないのかっていうのを一度検討していただくのもいいと思います。それでは本日はここまでです。今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。